Hey guys! Welcome to おかみず酒 ABC. I'm おかみ。3代目おかみがお送りする日本酒チャンネルおかみず酒 ABC です。このチャンネルでは日本酒の素晴らしさ、面白さについて皆さんに紹介していきたいと思います。ではそもそも日本酒とは何か皆さんはご存知ですか？今回日本酒は何でできていてどのような種類があるか、どのような特徴があるのかを皆さんにご紹介していきたいと思います。日本酒は年々世界から注目が集まっています。大きなきっかけは2013年に和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことがきっかけです。最近では海外の和食レストランも急速に増え、日本酒の輸出も大幅に増えております。皆さんは日本酒に合うお料理は和食だけだと思っていませんか？実は他の国のお料理とも相性がいいんです。ミシュランの星獲得数世界一の有名なジュエル・ロブション氏もフレンチと日本酒のマリアージュに惚れ込んでいたそうです。では初めに日本酒がどれくらいのアルコール度数か皆さんはご存知ですか？日本酒のアルコール度数は 15% から 16% というのが一般的で、ワインとほぼ同じです。ですから日本酒はワインとほぼ同じようにお料理とも楽しんでいただけるアルコールです。他にもアルコール度数がさらに高い焼酎、泡盛というのがありますが、何が違うのかがわからないという外国人の方も多いようです。確かに馴染みがないというのは分かりづらいですよね。このチャンネルで紹介していくのは日本酒です。焼酎、泡盛の違いはまた別の動画で配信していきたいと思います。次に日本酒の原料についてです。日本酒の原料は水、米、米麹、たったこの3つです。ではこの3つの原料についてお話ししたいと思います。まず水についてです。日本酒の原材料の中で一番多いのは水です。日本酒の8割が水でできております。日本酒作りでは日本酒の原料として使われる以外にもお米を洗ったり浸水させたりとさまざまな工程でたくさんのお水が使われています。必要な水の総量はお米の総重量の50倍にも上ります。水は美味しい日本酒作りに欠かせない存在なんです。日本には美味しい水が豊富に得られる地域がたくさんあって、全県に酒蔵さんがあります。その地域の水だからこそ出せる特有の味わいがあります。また日本酒を作るための水として備えるべき条件はこのようなとても厳しい基準が設けられております。次にお米についてです。ワインにワイン用のブドウがあるように、日本酒にも日本酒用の米、酒米があります。そしてワインがブドウの種類によって異なる風味のワインができるように、日本酒も米の種類によって異なる風味の日本酒ができます。酒米は普段私たちが食べている米よりも粒が大きく、中心に心拍と呼ばれるしっかりとしたでんぷん質を持っているのが特徴です。酒米は一般の米よりも稲穂の背丈も高くなり、台風などの強い風で倒れやすく、病気や害虫にも弱い品種が多いです。酒米は一般の米を栽培するよりもハードルが高いため、栽培農家も少なく少量しか栽培されません。酒米の生産量は米全体の生産量のわずか 1% 程度しかありません。このように酒米は大変貴重なものなんです。次に麹についてです。日本酒のラベルには原材料名として米、米麹と記載されております。ワインの原材料であるブドウは自らの糖で発酵が進めばアルコールが発生します。一方日本酒の原料となる米には糖の元となるでんぷんは含まれていますが、糖そのものは含まれていません。米からアルコールを発生させる日本酒作りにはもう一つの原料、麹の働きが必要不可欠となります。麹とは簡単に言うとカビの一種です。でんぷんを糖に分解することにより初めてアルコール発酵が可能になります。麹作りには非常に繊細な工程がたくさんあります。
それゆえ杜氏さんの高い技術が求められるのです。では次に日本酒の種類についてです。日本酒は純米酒かどうかと精米部合で分かります。まず1つ目のポイント、純米酒かどうかです。先ほど説明しました通り、日本酒の主な原料は水、米麹です。この3つの原料のみで作られている日本酒のことを純米酒と言います。日本酒の中には醸造アルコールを添加しているものがあります。品質を安定させる、風味を良くするなどの目的で添加されます。この醸造アルコールを添加しているものは純米酒とは言いません。次に2つ目のポイント、精米部合です。精米部合とは原料のお米をどのくらい削っているかを示したものです。日本酒作りにはある程度削ったお米を使います。例えば精米部合を 60% と表記されている日本酒は米の 40% を削り、残った 60% を使って作られたということです。一般的には米をたくさん削って作られている日本酒の方が雑味のないすっきりした味わいになると言われています。そしてたくさん削るためには多くの手間がかかり、削って米が小さくなった分同じ量の日本酒を作るために必要な米の量が増えるためコストもかかり価格が上がります。ここまで日本酒にはいくつかの種類があることを紹介しましたが、ここからはそれぞれどんな味わいなのかを紹介していきたいと思います。では初めに吟醸系についてです。吟醸系のお酒はお米をたくさん磨いて作られているので、すっきりした軽快な飲み口のものが多いのが特徴です。吟醸系の華やかな香りはフルーツの爽やかでみずみずしい香りに例えられることもあります。またお米がより磨かれている大吟醸の方が華やかですっきりした飲み口になることが多いようです。日本酒にはあまり馴染みのない外国の方に日本酒の感想を聞いてみると、白ワインのようですねとおっしゃる方が多いようです。では純米と純米以外の違いについてです。純米は水、米麹のみで作られているのでお米の旨味を感じやすくコクのある飲み口になることが多いようです。純米以外、つまり醸造アルコールを添加しているものはすっきりとしたキレのある飲み口になることが多いようです。吟醸系の日本酒はお米をたくさん磨く分必要となるお米の量が多い、手間がかかるなどの理由から価格も高くなりがちです。価格だけ見ると吟醸系の方がスーパープレミアム酒と思われがちです。だからといって吟醸系以外のお酒が質の悪い美味しくなる酒ということはありません。例えばフルボディのワインが好きだという人もいればライトなワインが好きだという人もいます。または気分で変える時もあります。このようにどちらが良い悪いというわけではなく、好みや気分によって選ぶお酒も変えられる、それくらい多種多様なものがあるのが日本酒の魅力です。いろんな日本酒を知っていただき楽しんでいただければ幸いです。日本酒がどのようなお酒であるかお分かりいただけましたか？日本酒は何からできていてどのような種類があるのか、どんな味わいがあるのかを今回は中心にお話しさせていただきました。日本酒って面白そうだな、楽しそうだな、飲んでみたいな、美味しそうだなと思っていただけたらとても嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Thank you for watching. Please subscribe to my channel. See you next time.